こんばんは。今度はつながりましたかね。これちょっとやり直した回になってます。ちょっとカメラがちらついているので直しました。よいしょ。お久しぶりですね。ちょっと間が空いてしまったんですけれども、またちょっとできそうかなと思ったので、今までDMC の、すごい古い本をですね、使って、それの解説を見ながら実際レースを折るっていうのをずっとやってたんですけど、それの続きの配信になってます。で、今ちょっと、すいません、セッティングをやり直してるんですけど、もともとはですね、この濃い色のピローでやろうかと思ってたんですけど、ちょっと画面の明るさに差が出すぎちゃいそうなので、グレーの台に交換します。なので、ちょっとセッティングにお時間ください。やっぱこのウェブカメラでなんかこう綺麗な絵を作るのがやっぱ難しくてですね、意外に。明るさにすごいシビアですね。なんか人間の目ってやっぱ暗いものも明るいものも同時に、ね、視野に入ってもね、認識ちゃんと綺麗にできるんですけど、やっぱカメラってどうしても暗い方向とか明るい方向とかこう片っぽにね、引っ張られてしまうので、暗いものとこの白いと明るいものを両方同時に写そうとすると、なんか白が飛んじゃうんですよね。だもんで、あんまり濃い色の、ピローはやめようと思いまして、今、グレーのやつに、よいしょ、交換しています。前回は実はすごいキリがいいところで終わっておりまして、でその時は、もう半年前ぐらいなんですけど、次の時は実際のレースっぽいパターンから入りますっていうことになってたと思うんですけど、それで今日やるのがこの、型紙はナンバー31ですね。ニューメロトロンテアンの図案で参ります。で、ちょっとお待ちください。このテキストはこう別画面で表示するんですけど、よいしょ。こんな感じで、この左画面にその実際の DMC の本ですね、を表示しながら、右は映像でやっていこうかなと思います。で、今日やるのはですね、なんかこう、章立てが変わりまして、で、モデルでプランシュ、アン、8だからユイットですかね。いくつか、ですね、型紙がありまして、で、それぞれにですね、よいしょよいしょよいしょ。こんな感じでパターンがですね、用意されているので、今日はその、ニュメロ案ですね。一番上だからこれかな？これをやっていこうかなと思います。で、それがこれですね、プランシュ案の、アントゥルデュー、フィギュア、スワソンとドゥですね、62。そうですね、フィグ62なんで、このパターンをやっていこうと思います。で、今、セッティングの途中だったんですけど、このあたりは飛ばして、ここ実際作り始めているところで、attaché dans le patron numéro 31 に、une paire de fuseaux au point A, C, D, U, F, G, H, E, G, E これなんだ ?L か。L ですね。って言ってるので、とりあえず1ペアずつですね、この開始位置にセットしていきたいと思います。で、さっき何ペア、間違えました。正に入れて、さっき何ペアか数えたんですけど、多分 16? 16ペア、32本かなと思います。それで合ってるかなと思います。で、ちょっとまだ途中なんですけど、こっちですね。米とカーだけには、東和ペアディフューゾー。そうですね、3ペアセットしろって言ってるので、2番のとこだけ、よいしょ、この、
3ペア計6本を、セットしていきます。こうですね。で、同じように、よいしょ。一番端っこの、端っこじゃない、端っこから1個内側ですね。K のところは3ペアと。で、それ以外は1ペアでやっていきます。やっぱ、30本以上あると、でも結構こう、ね、わっちゃりっていう感じがしますよね。これをさばくのが、ちょっと大変なんですけど。というところで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。そうですね。やっぱり16ペア32本のパターンになります。よし、じゃあ順番にやっていきましょう。と言ってもですね、これもう説明が、なんというかもう、今までもだいたい基本はやったでしょという感じで、細かく一個一個書いてないんですよね。なので、最初から読んでいくんですけど、コマンセ、始めます。アベクラ、ユイティエム、エラ、ヌービエムペアから始めるということなんで、1、2、3、4、5、6、7、8と9の2つから、始めます。ちょっとわかりやすいように。よいしょ。私いつも作業しやすいようにこうマットをね、使うんですけど。です。で、フェラ、フィギオポワンド、フィレ、パーデスレ、ポワン、アン、16だからセーズと言っていますので、フェはドゥ、する、ポワンドフィレを、この下に作れってことですね。で、1から16までということなんで、救急車が来てます。16って何ぞって話なんですけど、これ型紙のアップです。で、1から2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16とあるので、ここですね。1から始まって16番まで、ポワンドフィレで埋めろということになってます。で、ポワンドフィレって何だったっけかなっていう話になるんですけど、その説明は確かここで言ってますね。ボア、ミロ、フィグ17、45と言ってますね。なので、今までやったフィグ17とか45のところを見て、ここのポワンドフィレの模様を、作ってちょうだいねと言っております。ポワンドフィレってやったなっていう感じなんですけど、これすごい一番最初の、ニュメロ案ですね。で、この過去の遺産を出してくるんですけど、このニュメロ案一番最初にやりました。で、英語圏だと、ハーフステッチとか言っていて、で、フランス語の最近の本だと、グリーユとかいう感じで、斜めに走ってる模様のやつですね。で、これフィグ17です。で、45も見ろと言っていたんですけど、45はこれですね。この場合は三角形ですけど、だんだんこのステッチをしていって、ここの斜めにだんだん行ったり来たりのペアを増やしていって、作る、模様をやりなさいよっていうことですね。なので、もう過去の話でご存知という感じだとは思うんですけど、どうしようかな。一応順番に見ていきますかね。でも大体わかるかな。多分その何番目とかいうふうにこの本では書いてあるんですけど、その数字が実際にやるのとはずれるので、そこは関係なくやっていきましょう。ポワンフィレはクロスしてツイストですね。で、ここでアップにして、糸は、だいたいこの図から見ちゃおうっていう作戦なんですけど、
クロスして、ツイストして、クロス、ツイストして、ピン打って、で、この古いフォームのやつだと、このままクロス、ツイストで閉じてるんですよね。で、閉じた片方のペアが、よいしょ。次のと出会う、ここツイスト入れるか。まあ、入れましょう。次のペアと出会うときにまたクロスして、ツイストして、で、ピンを打って、クロス、ツイストという感じ。これの繰り返しで模様を作ります。で、これで言うと、今、この左手に持っているペアが、動きの主役になるペア、ムヌフって言いますけれども、ムヌールになって、これが、今左から、今度右へ進むんですね。で、進むときに、クロス、ツイストで進むと。で、次に新しいペアともクロス、ツイストをして、で、間にピンを打つと。で、クロス、ツイストで閉じます。で、このムヌールが今度は左に進んで、で、新しいペアと、出会ってですね、クロス、ツイストして、ピンを打って、よいしょ。折り返すような感じですね。固定して、で、左行ったら次は右。で、どんどんこの、なんていうんですかね、ステッチに使うペアの数が、1個ずつ増えていきます。クロスツイスト。こんな感じですね。この交差の仕方、このクロスツイスト、ハーフステッチ、あとはフォアンウベとかに言いますけど、この本だと何て言ってましたっけ？パッセ、ユヌパッセでしたっけかね。いくつかある方法の中で、それで交差すると、さっきみたいな模様になって、また違う交差の仕方をすると、見た目が変わります。名前も変わりますね。なんて名前だったかな。忘れました。今日やってるのは、ポワンフィレっていう、模様になりますね。で、これを繰り返していくと。7番、いうことです。よいしょ。今までは、これ糸、いつも通り DMC の、コットンパール使ってるんですけど、今までは、カラーのやつをちょうど1かせ分使って、こんな感じでですね、ちょっとカラフルに折ってたんですけど、ちょっとですね、今回は32本分糸を巻くのにあたって全然足りなくてですね、色が。なので、普通に白っぽいやつになってます。だからこの、本番、作品シリーズみたいなやつは、ね、ちょっといろんな色の糸いっぱい買ってもいいんですけど、他のことに使わなそうだなと思って。なので、白で統一していこうかなと思います。その方が、なんですかね。まとまりがあって、ね、いいかもしれないので。いろんな色で折るのは、楽しかったんですけど、やっぱこう、ね、ちょっとごちゃごちゃしてるというか。並べてみると、ね、そんな感じがするので、白が無難でいいかなと思います。見やすいですしね。これあれだな、マットもこんなに模様があるやつじゃない方が良かったですね、動画的には。やっぱできるだけね、シンプルなものの方が見やすいですね。で、今、この拡大の型紙の図を出しましょう。今この8番終わって、
9番まで終わって、で、次はここの10番でピン打って折り返したいんですね。で、そうすると、ここが8の、交差で、左側にあるペアなんで、これを巻き込んじゃうと、この図の通りにいかないんで、これは置いといて、この1個手前の、ここですね。ここで、もう折り返しちゃいます。こうすると、今ずっと末広がりの三角形に広がってきたのが、今度下がこうどんどんペアが減っていく感じになるので、そうするとちゃんとこのひし形のね、形になります。これをですね、なんかぼーっとしてると間違えちゃってそう1ペア残しとかなきゃいけないのに、それもね、使っちゃうっていうことを、ね、よくやってしまうんですが、気をつけてください。ここも、今、11のとこまで来ました。これも同じですね。11の1個斜め右上が9で、9で使ったこのペアは、今度、右側へ行きますので、これは、このひし形の中には含めないと。なので、その1個手前で、折り返すということですね。よいしょ。なので、ここで、11番です。で、あとは同じような感じで、行ったり来たりして、このフォア&フィレの部分を置いちゃいましょう。毎回こう確認するといいと思います。あ、これで大丈夫って見ながらやるといいと思います。よいしょ。そうですね。で、どんどん減って、ここが13番。で、これの細かいところの、やり方が、ちょっと全然何言ってるかわからないという感じだったらば、その前やった時の図案とか、動画はちょっとね、探しづらいんですけど、でも今日やったのは、ナンバー1のやつですから、一番最初のやつを見れば、今日やってるこのパターンのところ出てくるんで、大丈夫かなと思います。あれですね、ここでやってますよみたいなのを、下に書いたり、動画にするときは書いたりしとくと、わかりやすいかもしれないですね。今15まで来ました。これはもう、ね、組み合わせ応用編なので、細かいところの解説はもうやっちゃいましたよね、みたいな感じで流しちゃうかもしれないんですけど、ちょっとさらっと見てもらって、で、なんかわかんないところとか、あ、これ違うな。これ私、あれとか言って、速攻で間違えてるかもしれない。1ペア足りゃんですね。ここ1ペア足らんですよね。違うのかなあ、まさかですけど。私ここで1ペア加えてないのか。そうですね。私は間違いを発見してしまいました。毎回ここで1ペア足してたんですけど、8番のところですね。8番のところで1ペア足すのを忘れているので、1ペアずつ逃がしていたはずが、ここにペアが足りない状態になっているので、これは戻ります。間違えてしまった。でもボビンレースは間違えても、戻れるというところがいいところだと思ってますので、ね、戻るときも分かりやすいですよね。なんか編み物とかだとなんか戻りたくない以上にほどいちゃったりとかあるんですけど、ボビンレースはこうピンで固定されているので、その該当箇所まで、ね、正確に戻ることができるので、おっちょこちょいな私でも大丈夫です。でも結構後で気づいたので、戻るのもちょっとめんどくさいですね。でも、ひし形を終える途中で
気づいてよかったです。まあ気づくのちょっと必然だったかなっていうね、ペアの数が足りなくなっちゃうんで、まあ最後の最後で気づきましたけど。そうなんだ。私、右側ではちゃんと、右側ではちゃんと足してますね。右側ではちゃんと足しているのに、この1個手前のところで完全に忘れました。急げ急げ。よいしょね、まあその刺繍とか、なんだろう。他のね、技法だと結んじゃったりとか、糸切っちゃったりとかするとね、もう戻れないってことがあるんですけども、ボビーレースは、まあ、意外にね、結ばないし、そんななんか糸も長いままずっと使うんで、ここですね。ここで、この新しいペアと交差してから折り返す。これが、正しいです。こうしないとペアの数が、足りなくなってしまうということですね。それでは、何事もなかったこのように、さっきのとこまで戻っていきたいと思います。よいしょ。ちょっとタイムロスしてしまいました。今日どうだろうな。どれくらい、でもまあ、ペア数は多いのですが、まあ、サクサクやっていけば、まあ、模様のリピート、せめて1個分はいけるかなと思っています。ね、まだ時間も、まだ30分、25分しか経ってないですし。よいしょよいしょ。で、ここまで来て、そうですね、この1ペアと、その1個手前で折り返し。確かにこう、ね、操っている、ね、関与してきてるペアの数が多くなると、あんまりちゃんと数えないでなんかフィーリングでいっちゃったりするんで、本当はね、厳密に今何ペアでやってるかって数えればいいんだろうと思うんですけど。まあでも、大丈夫です。最終的に数が合ってれば正しい模様になるはずなんで、大丈夫だと思います。よいしょよいしょ。こんな感じですね。で、また、さらに1ペア外に逃がして、ここで折り返すと。よいしょ。そうですね。こうです。こうです。よいしょ。外はなんかちょっと雨が降ってきちゃいましたね。神奈川も普通に降ってます。でもまあ、今日はちょっと、まあでも車の音は聞こえちゃうんですけど、外からちょっとだけ離れた位置で撮ってるんで、まあそんなにうるさくはないかなと思います。そうなんです。雨予報を見て、なんかすごい大雨になっちゃったら、ね、ザーザーうるさかったらどうしようかなと思ったんですけど、そこまででもないですね。よいしょ。ちょっと何気にまあ2022年になってまあ初めての、ね、配信になるので、ね、本当明けましておめでとうございますっていう感じなんですが、もう3月なんですよね。早いです。時が経つのが。よし、これで16番のところで交差して、終わります。こうですね。これでひし形の部分ができました。ここまでですね。で、今回はちゃんと各ピンのところから1ペアずつ外に出ているので、合ってると思います。大丈夫だと思います。よし。ちょっとマットを引っ張っちゃいましょう。よし。じゃあ次の説明文読んでみたいと思います。次はですね、
あ、ゴーシュタロン、アベック、ドゥペア、ドゥフィゾ、ノントゥルネ、オポワンディセットと言ってますので、ゴーシュは左ですね。左の、端っこ。端っこは、2ペア。2ペアの、ノントゥルネって言ってるので、これ図見ちゃった方が早いんですけど、ここのとこですね、端っこは、ツイストしてないこの縦の2ペアの、なんですかね、縦の2ペアの端っこの処理でやりなさいよっていう風に書いてますね。で、それがポワン、リセット。ここのことですね。じゃあここをやっちゃいますか。よいしょ。よいしょ。2ペア。一番端っこはこれで、2ペアがこれで、これが、よいしょ。反対向きにします。これがムヌになるので、図を見ながらやった方がいいかな。大体ですね、この端っこの交差は、ポワンフェルメ、ホールステッチなので、クロス、ツイストして、クロスまでして、完全に、交差させます。で、ツイストなしのまま次も、クロス、ツイスト、クロスして、で、この端っこの手前でだいたいツイスト入れるんですね。ここら辺はこういう基本構造っていうふうに思ってもらえばいいんですけど、で、一番端っことも、クロス、ツイスト、クロスで交差して、で、この2ペアの右側にピンを打ちます。よいしょ。こうですね。で、端っこは2回ツイストして、この右手のペアは1回ツイストして、次へ向かう。で、この縦の2ペアと交差するときは、ツイストなしでクロス、ツイスト、クロスと。こんな感じですね。これでここの17番の、縦の処理、ここのとこですね、ができました。ここはもう常に同じですね。同じようにこう行って、こう行ってってジグザグして、帰ってくるということです。で、今17のとこ終わったんで、次は、ポワントーションを、やれって言ってますね。で、ボアフィグ、19、アベック、タロン、ゴーシュパー、パーですで、ポワン18、27って言ってるので、型紙の18から、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27までですね。なるほど。グラウンド、ここの、何ですかね。グラウンドステッチは、日本語で言うと何ですかね。基本、違う。なんていうんだ、基礎。基本模様のところは、ポワントーションでやりなさいと。で、端っこはさっき言ったやつ、同じやつをやりなさいっていうので、ここら辺ですね。ここは17ですから、18、19、22、違う、17、18、19、20、21、22って、ここの部分のことを言ってますね。で、ポワントーションも今までやったやつでして、ですね、フィグ19と言ってたんで、これですね。パトロンニュメロはトロワの時にやりました。結構最初ですね。こんな感じで、そうですね。本の図の方が分かりやすいかもしれないですね。こんな感じで、45度に交差していく。トーションレースでかなり一番基本の、グラウンドステッチになります。地模様って感じですかね。地の模様になります。で、どんなかっていうと、間のツイストは1回で、クロス、ツイスト、ピンを打ってクロス。で、間のツイストは1回っていう感じになります。なので、じゃあグラウンドを順番に行きましょう。間なのでツイスト1回入れます。
で、次のペアと出会って、クロス、ツイスト、間にピンを打って、クロスで閉じて、で、またツイストを入れると。これがフォアン当初ですね。で、次は、また、タロンですね。端っこのところやるんで、クロス、ツイスト、クロス。ツイストとか特になしで、クロス、ツイスト、クロス。で、2ペア越したら、ツイストを1回入れて、で、一番端っこやります。クロス、ツイスト、クロスと。で、端っこ2回、右手は1回で、ピンを打って折り返します。ピンを打つ場所は、2ペアの、右側ですね。で、ここが、ナンバー19。で、また、この端っこのところを、フォアンフェルトで交差して、で、間にツイスト入れます。で、次は、20、21、22とありますので、その左上のペアと、この右上のペアを持ってきて、ここをやります。今20が来ましたね。で結構ボビンレース、初めての方にもちょこちょこお教えしたりしてるんですけど、やっぱその次にどのペア触るかが、わからないっていうケースがすごくご意見としてよく多いんですよね。で私は結構もうこの数字をずっと睨んでいるんで、この数字をね、が次やるところだっていう風に思ってるんであれなんですけど、確かにこういっぱいある中で、次どれなんだろうっていう風に思うことって、多いだろうなと思ったんですよね。なので、本当わかんなくなっちゃったら、この型紙とか、本とかに数字がもし振ってあったら、この数字をね、探してください。で、数字を、見つけちゃえば、ここの数字の点のところに、ピンを打つわけですから、そのピンの、右上と左上のペアを、使うわけなんですよね。なので、この数字からこう辿っていくような感じで、次に使うべきペアを、見つけてください。で、ペア見つけちゃえば、あとはもう言われてるステッチをするだけなので、そしたらですね、迷わなくなるかなと思います。で、これで20が終わりました。クロスで閉じて、間はツイスト入れます。で、次は21やりたいんですよね。20終わったら21なんで、左下に行きたいんで、それってつまり20で使った左側のこのペアと、そのさらにお隣のペア、この2ペアで、21を作るわけなんですよね。なので、こう終わって、次はどっちだと思ったら、ぜひその数字を見てもらって、次やるとこを、見つけ出してもらったらいいかなと思います。で、あとはね、繰り返しになるっていう。でこれの、数字書いてない、型紙とか本もちろん、いっぱいあります。なぜならそれは別にその明確にやり順が決まってるわけじゃなくて、できるところからやればいいっていうものなので、人によるでしょっていう場合があるからだと思うんですよね。でもこう、右上から左にこういう風に斜めにスライスするように進むのが多いんじゃないかな、トーションレースではと思いますので、ぜひ、こういう順番にやるんだっていう風に思ってもらえたらいいかなと思います。慣れてくるとね、必然的にどこがね、できて、どこがまだできないかって分かってくるんですよね。なので、できるだけシンプルなパターンからね、練習してもらえばいいんじゃないかなと思います。で、今もうこの一番左端のここをやった後に、もう慣れてる人は、この、例えばですね、今22やって、他のとこやろうと思っても、どうしてもこの上のこの23番とか4番やらないと25はできないっていうのが、わかるんですよね。22いったら、もうこれ左端に行き着いちゃってるんで、次はちょっと飛ぶようだけれども、もうここの、必然的に23番をやるよねっていう風に感覚としてね、分かってくると思うんで、ぜひ
これ基本的なトーションレースやってもらえたら、一回やると流れがわかると思います。よいしょ。まあ、こんな感じで、ポワントーションでダーッといきましょう。これで26までいきました。なので、確かさっきの指示だと27までやっていいはずだったので、27やりましょう。27を、よいしょ、ポワントーションですね。やっちゃいます。それで、できたというところで、さっきの説明に戻ります。ここですね、27までやったら、アベック、違う。すいません。ドーアットタウン、アベック、ドゥペアドフュゾー、ノントゥルネ、オーポワン、バンドユイット、28もやっていいんだ。また飛ぶんですけど、27やって、ここやるんだ。そうなんですね。なんだ、次こっち行くのかと思ったけど、27終わったら、次は、こっちに飛ぶそうです。右端ですね。これも多分、先にこっちができるから、やっちゃいなよってことだと思うんですけど、ということは、どうしようかな。マットをこういう風に置いて、こう、ボビンを逃がしていきましょう。やっぱさすがに30本以上あると、全部ね、あれなんですよね。こう休ませてるボビンの上にこういう風に乗せていかないと、ちょっとスペースがね、間に合わなくなっちゃうんで、何でもいいんですよ。ボビン止めに止めて上にパサって持ってってもいいんですけど、私はボビン止めにいちいち刺すのがめんどくさいっていう、そのめんどくささ、ね、めんどくさいことが大嫌い人間なので、あれなんですけど、だからこうマットを引いて、その上にただバサバサって乗っけてるんですけど、割とスピーディーでいいかなと思います。なので、次は28をやるために、この28は、この9から出てる、右側のペアを使うんですよね。なので、次28やりたいなと思ったら、その28に進むペアの、その出発点を見つけて、で、そのペアをこう引っ張り出してきてください。で、これを使って、この端っこの、2ペアの交差と、一番、よいしょ、一番端のところの処理ですね、をやっちゃいます。これで28です。で、28やったら、多分29、30、31、32と行くんでしょうけど、ちょっと説明を見ときましょう。ポワンとバンティウィット終わった。次は、ポワン、トーションアベクタロン、アドロワット、パーデスレ、ポワン、バントヌフ、トロンとユイットですね。同じで、字模様は、ポワントーション。で、アベック、ドロワットは右側ですね。右側の端っこをやりつつ、29から始まって38まで終えてくださいということなんで、37、38ですね。ここまでダーッとやっていきましょう。もうここは、左右対称になってるだけで、やることは同じです。
29も、クロスツイスト、ピンを打ってですね。よ。で、クロス。で、間はツイスト。次は、30は端っこなんで、クロスツイスト、クロス。ここもクロスツイスト、クロス。で、一番端っこの交差をします。38。こうですね。で、30まで終わって、次は31は、ここなんで、その、左右のペア使って、同じフォアの当初ですね。よ。まあこれすごく、なんだろうな。トーションレースでめっちゃ基本的な、レースですね。で、アントルデューっていうのは、まあなんかまあ2つの間みたいな、フランス語ってめっちゃそのまんまじゃんみたいな名称多いんですけど、なので、まあいわゆるインサーションレース、英語圏だとインサーションレースかな。なんか布と布とかの、まあ、間に挟む、ね、エッジが両方ともフラットなレースのことですね。結構いろんなことに使えるのではないかなと思います。といってもね、まあ布物の王道ってやっぱり、ね、カーテンとかテーブルクロスとか、ね、そういうのなんですけど、まあもっとね、アレンジいろいろしたら、何が多いかな、次に。ボビンレース本でよくある応用作品ランキング。なんかランプシェードとかもね、多いですよね。あれって大体なんかこう、ね、円筒状だったりするから、これ直線のものが映えるじゃないですか。ね、そういうのに使うといいと思います。なかなかね、ランプシェードってね、でも手作りする人は、まあ日本でもいるのかな、いっぱい。わかんない。なんか自分は全然そういうのやらないから。やらないし、なんかいわゆるフロアランプって全然、フロアランプペンダントランプとかなんか全然あんまりね、使わない。日本のお家って大体天井にシーリングライトがくっついてるから、なんかそれ以上に明かりがいらないぐらいね、明るいじゃないですか。ね、そんなに小さな照明をいっぱいつけるような、ね、明かりのスタイルじゃないんで、ランプシェードって、だからあんま馴染みがないのかなと思うんですけど、まあ、いわゆるね、昔の、なんだ、日本だと何ですか、アンドンですか、提灯だとちょっと違うのか、なんかああいう、ね、暗めの、ね、あんな天井にめちゃくちゃでっかい照明なんかなかった時代は、ね、手元の照明で明かりを照らしてたんですが、そういうのは結構、ね、なんか色が、絵が描いてたりとか、ね、可愛いやつありますよね。そういう感じの、やっぱ寝室とかですかね。だったら、ね、可愛いシェードのランプとかあってもいいかもしれないですね。で、38まで来ました。とかなんとか言っていたら来たんで、次の説明見ましょう。よいしょ。38まで行きました。次は、プフ・ル・カレ・ア・ドロワット・オーポワン・デスプリ、あれですね、カレ・ア・ドロワット、右側の彼は四角ですね。で、何でできているかというと、ポワン・デスプリでできている右の四角のために、フィグ34と36を、見てくださいと言っています。で、faire 8 fois le point d'esprit avec la 10e et la 11e ペアと言っているので、何ペア目かをちょっと数えましょう。アン、これ映ってないですね。よ、見えますか？アン、よ、アン、ドゥ、トワ、キャット、サンク、シス、セット、ユイット、これがヌフなんで、これがディスですね。なので、DGM と、オンゼムで、ポワンデスプリやってくださいと言っています。
で、8回やれって一応言ってるんですね。回数決まってるんですね。で、ポワンデスプリなんだっけっていう話になるんですけど、フィグ、なんだっけ ?34 と6か。まず34を見ていただくと、これですね。これがポワンデスプリですよと。この絵は左側から始めてるんですね。クロス、まずポワンデスプリってクロスして、ツイスト、ツイスト、2回してまたクロス、ツイスト、ツイスト、クロスの繰り返しなんですよね。そうするとなぜかこういう、なんていうんですかね、行ったり来たりの編み込み模様みたいな、なんかわらじみたいな模様になるんですけど、これを作っていって、で、36はどの図かというと、これですね。今回こんな感じの、四角いカレなので、四角いポワンデスプリを作っていきたいと思います。なので、まずクロスして、どうしようかな。さっきの図みたいに左から行きますか。クロスしたら、ツイスト、ツイストをします。で、またクロスです。で、ツイスト、ツイストでクロス。何だったっけかな。これで1回でしたっけすべて忘れている。これで2往復。これで3往復。これで4回ですね。8回もやったらパンパンになりそうですけど、まあいいか。4、5回。6回ぐらいにしとくか。これで6回ですね。こんな感じです。これが、ちょっとね、このカメラズームしてないんで見づらいかもしれない。これが、ポワンデスプリの、カレですね。で、この本はなんか結ばないんですよね。でも私結んでロックさせるのが好きなんで、このムヌルじゃない方のこっち側を一回結んどきます。なんかこうした方が気持ち安心みたいな。こうですね。結んで、これで、終わり。これが、ポワンデスプリのカレですね。ができました。できまして、で、ポワントーション、オポワン、トロントヌフ、で、フェア、ゴーシュル、カレオポワンデスプリ、アベク、ラシーゼム、エラ、セティエムペア。なるほど。ポワンデスプリ右側の終わったら、とりあえず39番までは、ポワントーションやってくださいよって感じなので、すぐここですね。今、その38から来たやつと35から来たやつで、ここで彼作ったんで、この右側のやつと、さらにその右側ので、普通にポワントーションやっときます。よっ。そうですね。これで終わりです。で、39が終わったらば、そうですね。シーゼムとセッティングで、またポワンデスプリやってくださいっていうことなので、これかな ?1、2、3、4、5。そうですね。6と7。じゃあ、この2つで、ポワンデスプリやりましょう。まずクロスして、ツイストを1回、2回。で、またクロス。ツイスト2回、クロス。で、これで1往復。これで2回。これで3回。4回。ちょっと細くなっちゃったかな。ちょっと気に入らないですね。そう、ポワンデスプリって途中で変形しちゃうと、意外とリカバリーが効
効かないんですよね。ちょっと気に入らないので戻ります。これはもう完全に、ね、個人の好み、違うな、こだわり、満足度の問題だけなんで、そんなにこだわってても完成しないんで、ね、いいんですけど、ちょっとだけ綺麗に作りたいなと思うんで、もう一回やりましょう。ポイントはまあ途中で、ね、この左右の糸をあんまりぐちゃぐちゃにしないことです。ツイスト、ツイスト、クロス。ツイスト、ツイスト、クロスと。これで2回。3回。4回。5回。さっき6回で終わりにしちゃいましたよね。実は8回やってもやっぱいいのかな6回だとスカスカですか。まあいいか。これで、6回やって、彼ができました。で、まあ、同じように結んどきましょう。実はほんと結ばなくてもいいのかもな。まあいいか。結んどきます。これでまあ、ね、安心度が増します。で、じゃあ次の説明は、pointation par-dessus les points, 40 et 41. De pointation avec talon à gauche par dessus les points, 42 à 48と pointation avec まあ、あとはあれですね。ポアントーションして端っこやって、55までやりなさいよと。あと、以下同様って感じなんで、あとはやるだけですね。で、そうですね。今、ここの部分やって終わりまして、40やれって言ってますよね。で、その後41先やるんだ。ここ面白いですね。ここ別になんか私だったらこう進んじゃいそうだけど、なるほど。とりあえず40やりましょう。ここでクロスツイストして、40やって、で、41はここですね。クロスツイストで41。あれこれツイストの数合ってるかな。合ってますね。大丈夫でした。よいしょ。41で、ちょっと飛ぶような感じで、42をやるんですね。で、42やって、ここはもうさっきの、ポアントーションとかと同じです。繰り返しです。結構コットンパールで作るから、なんていうんですかね。みっちりとしてて、で、あと、まあなんかこう、ほっこり感があるので、何しようかな。なんかちょっと、どうしましょうね。でも時間かかるんですよね。長く作ると。長く作りたい気もするけど、また短くやって終わりにしちゃってもいいけど。でも長く作るそのタイミングがね、ないから。またちょっとですね、週1ペースに戻したいなと思っておりますので、来週はね、違うことね、やりたいんですよ。また同じ続きだとつまんないんで、と考えると1週間で折れるようでね、限られてますから、まあ20センチぐらい折ったら次行くと思います。ここからだとね、繰り返しだから、ちょっとね、BGM で流して、黙々と折りたい感じでは
あるんですけど。これ難しいですね。ちょっと失敗したな。これポワンデスプリの彼って、このムヌールをはわす方向によって、なんていうのかな。引っ張りに強い方向と弱い方向があるんですよ。で、今回は左側がムヌルで終わってるので、このオリジンのように左にぐんぐん引っ張っておると、この彼がこうずっとぎゅーっとね、縮んじゃう、歪んじゃうんですよね。なので、これは次からは、ムヌールが右側で終わるように、右から始めるようにしようかなと思います。ちょっと、今はちょっと何言ってるのかわかんないっていう感じになっちゃうかもしれないですけど、次の、ここのパターンに来たときは、その違いと効果がですね、ちょっと実感してもらえるかなと思います。そこまで進めたいですね。今はこう、左側ちょっとね、ピーンって引っ張りたいんですけど、引っ張ると、ちょっと、ね、ポワンデスプリがちょっとやばいことになるっていう。この右側に引くのはね、大丈夫なんです。なので、ここを先に作ってから左を引くようにすれば、問題ないから。これですね。これは先に右側を固定しているので、左はこうあんま触らないようにしとくといいです。で、左これぐーっとこの糸引っ張ると、この彼の形が歪んでしまうので、先にですね、この右側を、なんていうんですかね、フィックスしていく。かっちり決めていくと、もうその、左側引っ張ったところでも、その、影響されない状態まで行くので、これ先に右側をですね、ガンガン折っておくといいです。これ50番、点がほぼ見えないな。ないんじゃない？これ50番点ないですよね。これずるくないですか？この片側。じゃあ53の真横ぐらい。ここだから、ここぐらいにちょっと点を作っときますね。ひどくないですか、これ。昔本を作った人にこれ、ちょっと文句言っとかないといけない。点がないんですけどでも、今の本でもね、ここ間違えてましたとか、図が違いましたとか、あり得るんで、昔の本といっても、完全に 100% 信じてはいけない。臨機応変にやるしかないんですね。で、ここも、ポワントーションをずっと52、53、54とやっていき、ここで端っこですね。端っこの処理をします。で、これが、55番ですね。なので、この模様は、これにて、なんていうんだ、一通り、1リピート、模様1リピート分終わったって感じですね。こんな感じで。いいですね。今、ちょうどじゃない、ちょうどだいたい10時ぐらいなので、1時間ぐらいで、1リピートできました。なので、あとはこれを繰り返すだけなので、じゃあめちゃくちゃ頑張って、ここの、ポワンデスプリカレー2個目のとこまで行きましょう。ひたすら黙々とやっちゃうか。最近はですね、そうですね、ネットショップの方もずっと続けていて、で、この、何ですか、新年から、2月、あと3月から、
新しくなんかカルチャースクール、カルチャーセンターの講座を受け持つことになったんですよね。でそっちの準備とかもいろいろやったりしてます。まあでも今までも自宅教室のレッスンで同じことはやってたんですけど、やっぱもうちょっと、なんていうんですかね、よりパッケージ化するというか、わかりやすく、カリキュラムこんな感じですっていうのを最初にね、お伝えして、まあ、具体的な目標を立ててやるようにしているので、自宅教室よりかは、なんか学校っぽいですね。自宅教室は結構それぞれの方の、まあ、ご要望を踏んで、じゃあ次はこうしましょうかとか、今本当ほとんどマンツーマンなんで、なんかその毎回の、ね、進度とか、なんか持ってきてもらったアイテムとかに合わせて結構作ってる感じなんで、皆さんね、バラバラなんですけど、今回のね、講座は、まあ、基本を順番にやっていくっていう感じで、まあ、一つまとまりのいいパッケージになるんじゃないかなと思ってます。ね、いい機会だったなと思います。まあ、ちょっと単純になんていうんですかね、自分家じゃないところでやるので、そのアイテムを全部まとめて持っていかないといけないんですよね。だからそれが実は一番、ね、大変かもなと思って。で前日にその翌日使う、ね、講義グッズをまとめて、材料と道具も、ね、まとめてるんですけど、なんかすごい忘れ物してそうで怖いなって毎回、ね、思います。まだ2回しかやってないんですけど。そうそう。だからね、緊張するんですよね。行くまでが一番緊張してますね。ちゃんと時間通りに、ね、電車で時間通りにたどり着けるかと、忘れ物がないかどうかを一番気にしてますね。まあ、いけないですね。それじゃダメじゃんって感じなんですけど、まあ、前は新百合ヶ丘で、駅前でね、やっていたので、その頃はちゃんとね、荷物をまとめるっていうことをちゃんとしてたんですけど、自分家でやるようになってから本当忘れ物っていうもの、概念がなくなってしまって、ね、その場で何でも奥から引っ張り出せるので、なんかあんまりね、講座の時間内で何が必要で、ね、何を参考として持っていけばいいかとか、そういうのを全然ね、考える、頭がですね、衰えてしまったんで、あれ持ってくればよかったなとか、そういうことはね、結構あります。あれも、この本持ってくれば、よかったですねとか言いながら、次回いいですねとかいう感じになっちゃって。まあ、良くないですね。気を引き締めて参ります。今回は、ちゃんとそれぞれのペアを数を間違えずにですね、やってこれました。合っているはずです。これで、ポワンドゥフィレの、四角は完成ですね。問題ないですね。で、そしたらば、グラウンドの方に、参ります。今日は意外と
部屋があったかいですね。と言いつつ、さっきちょっと暖房入れちゃったんですけど、なんか暖房入れると、なんかもわっとした風が当たって、逆に気持ちが悪いなっていう感じで、なくてもいけたなというくらいですね。まあ、確かに先日といっても昨日ですね、火曜日。毎週第1火曜日が、三つ京カルチャーセンター、カルチャースクール、カルチャーセンターです。でやっている講座なんですけど、電車乗って出かけてきまして、もうね、冬のコートいらないって感じで、春用のコートで大丈夫でしたね。帰りはやっぱ昼ぐらいになるんですけど、まあ、歩いてるとちょっと暑いなぐらいで、日差しもね、強かったんで、だんだん春ですね。てか、まあ、やっと春ですね、ぐらいですね。なんだそれ。いや、もうこの冬は、いや、とっても寒かった気がします。私は。どうなんでしょうね。全国的にも。なんか雪とかいっぱい降って大変そうだったイメージはあるんですけど、ほんと気温が低すぎて、もうやる気出なくなっちゃうぐらい寒かったですね。朝とか。朝起きるのが辛かったです。ね、この家本当に、ね、寒すぎて、人間がいる、ね、部屋なのに気温がなんか7度とか8度とか言ってて、っていう。部屋の中なんですけど、みたいな、ね、感じの気温なんで、まあ、お店はね、こう、暖房をガンガンにかけて寒くないようにしてたんでいいんですけど、今がめちゃくちゃ寒いんですよね。なので、あんまりなんか団らんしたくなくなっちゃって。なんかこう、3階建てなんですけど、1階に、まあ、お店兼アトリエみたいなのがあって、で2階が普通にキッチンとかあって、そこで住んでるんですよね。で、3階もあるんですよ。で、3階は、なんて言うんですかね、こう、お隣の建物が、だいたい2階建てぐらいなんで、3階ってすごく日の光が入るんですよね。2階はもうすぐ隣が建物だから、それに遮られちゃってて、窓から光あんまり入んないんですけど、3階がすんごい四方じゃないか。三方ですね。3階の部屋は、三方からものすごい日が入るので、めちゃくちゃあったかいんですよ。うんうん。Thank you for your comment, Flora. Where do you get this pattern? This pattern is, you can get this pattern on internet, on internet. This is the name of this book is Le Dontel Officio Première Série, Bibliothèque DMC. Maybe you can find out this book on internet. It's all very, 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 very old books, so some university or some free library can provide for everyone PDF data. なんで、so you can get PDF like this. You can try it. これあれですね。そっか。多分、動画の一番最初のあたりでは、リンクを貼っていたか
Maybe I introduced the URL for a download on a first video. This is so. Please please search. You're welcome. Please find なんだろう。英語ができないです。大丈夫か。本当に英語ができない。よいしょ。あ、ここは後にして。英語が喋れたらいいなと思うんですけど、英語が喋れないままずっと来てしまいました。片言すぎて。でも今の時代は全部、なんだろう。インスタとかも SNS、文章なんで、まだどうにかなってる感じはあります。よいしょ。よし、じゃあひたすら繰り返してですね。でもどうしようかな。今日、このポワンデスプリまで、行きたいです。でもそんなに、ちょっと日付変わるぐらいまでは長くできないかもしれないんで、いい感じのところで、ちょっと終わりにします。結構できてきましたね。最初のあたりとか、ある程度、形がね、実際はあんまり折って途中で抜かない方がいいんですけど、抜かない方がいいです。でも長く折ってくると、引っ張ってもですね、ここら辺に影響してこないと思うんで、これくらいならいいかなっていう感じで、よいしょ。こんな感じの、写真の通りですね。写真の通りの、見た目になっております。こんな感じですね。そっか、さっきのこれを表示しておこう。これで検索すれば、出てくると思います。なんかすごく古い本なんですよ。なので、多分、もうなんていうんですか、オープン、なんていうんですか。名前忘れちゃった。オープンライセンス違うな。そのすごく古い本だからもう多分ね、権利が切れてるんだと思うんですよね。で、確か DMC の会社自体、DMC 本社自体は、なんかこれの印刷版、プリント版の古い本の復刻かな？復刻みたいなやつも出しているはずです。なのでお金でも買えると思います。電子書籍はお金で買うやつがあるのかな？なんか電子書籍としてあるかどうかはちょっとわかんないですね。で、私はなんかアリゾナ大学かなんかのところがライブラリーでなんかこうデータをフリーで公開していたので、それを見て、やっております。それが一番簡単です。簡単にゲットできると思います。この TMC のシリーズって、もちろんボビンレースだけじゃなくて、あらゆる、なんでしょう。刺繍がやっぱめちゃくちゃ多いですかね。刺繍とか、あとは一応編み物とかもあったりして、
いろんなですね、手芸の、本当なんていうんだ、百科事典みたいな、百科事典みたいな感じの本がいっぱいあるので、なんかこうですね、いろいろ探してみてもらうと面白いと思います。私が見て面白いなと思ったのはやっぱあれかな。ニードルポイントレースですかね。ニードルでやるレースのとかも普通にあって、結構勉強になるんですよね。よし、じゃあここです。今は右側のポワンデスプリカレなんで、ムヌールが左で終わるように、左側から始めます。ツイスト、ツイスト、クロス、ツイスト、ツイスト、クロス。これで1往復なんで、これでムヌールが左で終わってますよね。で、左で終わってると、次に右側から折り進めるときに、こっちの芯の糸を引っ張るので、彼の形がですね、歪みづらいと。これ2回、3回、4回、5回、6回ですね。で、こっちがムヌールなんで、これをぐーっと引くとですね、形が歪んじゃうんですよ、こうぐちゃって。なので、それは嫌なので、こっちを触らないでいいように、左から始めて、そして、この右側の方を折るようにすると。右はいくら引っ張っても平気なんで、よいしょ。こういうところですね。進めても大丈夫。さっきどうだったかな？あれですね。これ1個多くやりすぎたかな。さっきのここ1個やったら、次は左側の、彼をやっていたかもしれないですね。なので、さっき問題なのはこの次です。次は、ムヌールが右側で終わるようにしたいので、右側から始めます。ツイスト、ツイスト、クロス、ツイスト、ツイスト、クロス。そうすると、ムヌールが右側に来るんですね。1往復の後に。で、次は左側にこう折って進むんで、そのようにしといた方が、彼の形が歪みづらいと。これ4回目違う。これ3回目まあ、いっか。4回。5回。6回。こうですね。で、こっちがムヌールなんで、こっちの芯の方を、結んで、で、左に進むと。これさっきは逆にしちゃったんですよ。こっちムヌールなのに、こっちの方を、折っていくような順番だったので、そうすると、彼がちょっとね、歪んじゃったんですけど、彼を作る、左右のどっちを芯にするかですね。それを、ちょっと、なんていうかな、工夫することによって、形が歪みづらいようにできます。まあでも、多少ね、わかってよ。あんまり歪んでると嫌かな。でもなんか昔のアンティークのレースとか見ても結構ね、ポワンデスプリーカレってそんな綺麗な四角じゃないじゃんって。あれかな、洗って綺麗な四角じゃなくなっちゃっただけなのかな。なんかそんなにあんまりね、目くじらを立てて、ね、そんな形をめっちゃ正確に作ってるわけでもないのかな。意外とね、ゆるーく作られてるのもあるので、まあ、そんな気にしないでもいいだろうと思います。よいしょ。こんな感じですね。で、これで模様2往復分ぐらいできました。あれです。説明をそんなに見まくらないでやってると、まあ、30分ぐらいですかね。30分ぐらいで一模様いくかなっていう
感じのペースですね。いい感じです。これからはあれかな。まあ、生放送の時は特にあれなんですけど、よいしょ。動画アーカイブでね、今後、まあ、私が記録として、ね、見たいだけなんですけど、アーカイブで残すときは、この折ったレースをサムネイルに残しておくと、その後見やすいかもしれないですね。検索性が。何やったっけすぐ忘れちゃった。第何日とか言っておきながら、ね、今日も28日目なんですけど、一応、最初から数えると。と言っておきながらね、どの回に何やったか全然覚えてないんで、サムネも全部同じだとね、全然見分けがつかないんで、ちょっと変えます。でもやっぱり台はグレーにしてよかったですね。なんかそんなにノイズっぽい感じもなくて安心しました。最初すごい濃い、カーキ色だったんですけど、なんかそれを撮影してるとやっぱそれが真っ黒に見えて、で、糸はすごい真っ白く飛んじゃうみたいな感じだったので、ちょっとあれだなと思ったんですけど、やっぱその使うアイテムの明るさのコントラストを下げることによって、そこそこ、ね、見やすい映像になったので、来週以降もこのグレーでいこうかなと思います。よし、これで、さっきの数字でいうところの55番ですかね、まで行きましたね。よいしょ。いや、でも今日ほんと、ね、スタートの一瞬ちょっと、やっぱカメラが繋がんなくておかしくなっちゃって、で、一旦また配信の設定のやつ消してからやり直したんですけど、すいません、なんかバタバタしてしまって。どうなのかなずっと前に予告してなんかずっと繋げてるとおかしくなっちゃうんですかね。そこはちょっとわかんない。単純にアプリを消してやり直したらできたんですけど、次回以降もどうしようかな。予告しないで予告をしないでいきなりスタートした方が実は成功率高いんですかね。それでいいか。前もってね、準備してた方が、なんか親切度は高いような気がしてしまうんですが。でも、多分同じ時間帯ですから。多分チャンネル登録とか、ね、お知らせオンとかしておいてもらえると、配信が始まった時にね、自動でお知らせがピュンって飛んでくると思うので、それで見てもらってもいいですし、そんなにですね、生で見なくたって全然問題のないような、後々、これ単純になんで配信にしてるかっていうと、長時間録画することが環境的にできないんですよね。そのカメラ内に保存、できないんで、だから配信にしちゃって、で、アーカイブを残すのを YouTube に全部ね、勝手にやってもらって、記録してるっていうだけなので、別に生じゃなくてもいいようなことを、やってるんで、後でね、いつでもお好きな時にちょっと何やってんのかなってチラ見してもらえれば、十分だと思います。で、今回からはかなり
なんて言うんですかね。今までのはこれは練習だなって感じの細いレースばっかりだったんですけど、今回から結構割とね、実用に足る感じのパターン出てくるんで、全く同じの、彫ってもらったりして、で、その時にどうやってたかなみたいな参考にしてもらえたら、まあ、そうですね。それは最上級に嬉しいですね。一緒に同じものを作ってくれるだけでも嬉しい。いいと思います。まあなんかね、きっかけになる。まあという感じでね。まあ古い本ですけど、まあレースのね、こういうパターンなんて昔からほとんどね、名前のつく伝統的なレースはね、変わんないですから、で、説明文の通りに、まあ、やってきゃ、ああ、できるんだなっていうのが、まあ、自分としても分かっただけで、意味はあったかなと思います。あったかなと思います。まあね、コツコツやることで、ね、いつの間にか、ね、大体分かるようになってるみたいな、そういった風になると思うんで。よいしょ。まあなので外国語といえども、こういう、なんていうんですかね、実用書の本って、結局はハウツーしか書いてないので、同じことの繰り返しなんですよね、文章も。だからまあ、なんですかね、当てはめ、置き換えパズルみたいなもんで、その暗号の部分を意味がわかる、ね、単語にもう置き換えられさえすれば、その繰り返しなんで、まあできちゃいますよね。なんかがっつり糸をたっぷり巻くと、ほどけやすい。ほどけやすいです。よいしょ。ちなみに、来週は何をやるかというと、同じやつの、フィグ。これが、スワソンとドゥですから、スワソンとトワ。なんかこれめちゃくちゃ似たのを私もトーションレースとしてなんか作った記憶もある。ここなんかちょっとだけなんか入ってるんですね。で、ここはいわゆる、まあ、英語で言うスパイダーで、なるほど。まあ、説明文も、短いですね。なんかまあ、大体もう組み合わせなんで、トーションレースって模様というか、パーツの。なのでまあ、一回やるとね、想像ついてくると思います。そういや別にトーションレースがそんなワンパターンだと言ってるわけではないです。トーションレースはトーションレースですごい、なんだろうな。なんか結局やっぱトーションの、なんかこの、ね、幾何学模様とか、こういうのの可愛さと作りやすさに返ってくるみたいな感じはあるんで、私はトーションレースは結構好きですね。もともとまあ、なんだろう。まあ、花鳥風月的な、ね、ああいう華やかな模様もいいんですけど、なんだかんだ幾何学模様が好きな、タイプなんで、トーションレースのこのね、ストイックな感じと、シンプルな感じはね、好きです。まあ、ペア数も少なくてできますね。そう、最近またベルギーのカントセントラムで、まあ、本とか糸とか注文して、なんか今日ちょうど届いたんですよね。でそれで、持ってこようかな。ちょっと待ってください。これ、かわいいなと思って、
ジャケット買いした本なんですけど、なんだろうな、ラ・マユル・バイユールかな、多分その場所ですね。場所の名前でレースなんですけど、なんかでも、バランシエンヌレースとか、フォワンドパリじゃないか、バランシエンヌレースかなみたいな感じなんですけど、同じなのかなって思うんですけど、ね、こういう系の細い糸で、4つ組ですね。4本で、コードで作るグラウンドのレースの本なんで、すごい繊細でね、こういう系のやつです。一定ありますよね、こういう感じのやつ。バランシエのかな、やっぱ。と思うんですけど。でもこういう基本のグラウンドを作るのに、こんだけで38本も使うんですよ。だから、結構大変ですよね。なんかその、太くなればなるほど、ね、こういう感じの植物柄のやつとか作るには、これはもう66本とか必要なんですよね。だから、こういうのってやっぱ、なんかグラウンドに使うペアの数が多くて、で、細い糸使う系で、で、その、華やかな、複雑な模様を作るやつであればあるほど、ボビンの数めちゃくちゃ消費するんですよ。消費って言わないか。めちゃくちゃ必要になるんですよね。なので、それはそれでね、すごい繊細でいいのできるんですけど、それよりね、やっぱトーションはね、手軽な感じがね、いいですよ。そんなね、めちゃくちゃね、アップにして、ね、まじまじとね、見るような、やっぱハンカチとか、そういう繊細なものだったらね、そういうこだわったいろんな、ね、動植物の模様とかいいと思うんですけど、とりあえず長さが欲しいとか、とりあえずね、大きなものの縁を飾るとかだったらね、スピーディーに作れて、ね、素朴で可愛いトーションレースは、ね、やっぱ強い。いいと思います。だからカーテンとかはね、やっぱトーションがいいんじゃないかなと思いますね。汚れたら洗いたいし、ね、ずっとお家で使うようなものだったり、ね、しますから。型紙もね、複雑じゃなくて、もう、ちょっとやれば、この、なんていうんですか、このプリッキング、この型紙見ただけで、大体、ね、進行方向とかやることも覚えられるし、いいですよね。なんか複雑な図案になってくると、やっぱり、ちょっとイレギュラーな動きあったりとか、ね、なんか、ちょっと、なんかペアここで足して、こっちで減らしてとかいうのってもう全然覚えられないんで、ね。めんどくさってなっちゃうんですけど、わかる。それは私が横着なだけかもしれないですけど、トーションレースはあまりっていうかほとんどゼロですかな。なんか途中でペアの数を増やしたりとかって、なんか出てこないことが、多いと思います。で、大体全部が、ね、ほんと、なんかもう迷路とかパズルみたいに、こう左右にね、進んで、新しいのと出会って、で、交差してってなったやつが、ね、辻褄ぴったりで、ね、一連の動きを終えて、無限に続いていくって感じなんで、いいですよね、と思います。でも、いろんなレース、やったらやったで楽しいので、で、この、私も結構細い糸使う系、ちょっと今までね、なんか、ビビってたというか、本格的にちゃんとね、やってなかったんで、やるのも面白そうだなと思います。まだね、エジプシャンコットンいっぱい買っとかないとですね。いや、でもほんとエジプシャンコットン
まあ、80だとか100だとか、めちゃくちゃあんな細いの、ね、使えるわけないって思うぐらい、ね、細いと思ってたんですけど、でもなんかそれくらいのを使うのが普通になってきちゃったのが、なんか面白いなって思いますよね。私も本当ボビンレース始めた最初の時は、リネンの50番、なんだ、日本より50番のレースでもう一生、50番のレース糸で一生いけるなって思ってたんですよね。これ以上細いのなんか無理だし、そんな必要もないわみたいな思ってたんですけど、もう自然とやっぱ50じゃもう太すぎるから、せめて80とか、ね、思うようになっちゃって、不思議なもんですね、本当に。今これ私間違えた気がする。ツイストクロス。大丈夫。そうなんです。なのでもうレース50番でもめちゃくちゃ太い、ゴン太だなって思うようになって、まあ80ぐらいだったら、ね、普通に使えるかなって思ってるぐらいのレベルで、でもやっぱり、まあ、さっきのああいうバランシエーヌとかバイユールとかの本を見ると、普通にエジプシャンコットン80とか100とか使ってるんで、それってもうリネンの80とかよりも全然細いんですよね。なので、きっとそれが普通になる人間になるんだろうな、みたいな感じもします。なんかね、ベルギー系のレースって、やっぱ、ね、フランドルとかバンシュとかめちゃめちゃ細い糸使うんですよね。だからそういうのをいっぱいやってる人だったらね、エジプシャンコットンもうめっちゃ普通に使うんだろうなと思います。どうしてもね、なんかやっぱりフランスで習ったせいか、ポワンデスプリ大好き人間にいつの間にかなっちゃったんですよね。でポワンデスプリってやっぱりそんなにめちゃくちゃ細いよだと、まあ、やりづらいんですよ。まあでも、すごい細い糸で、ポワンデスプリの彼をグラウンドに入れてるバージョンはある。そういうレースは、まあ、あるっちゃあるんですけど、でもそれって結構もうなんか、もう、なんだろう。それこそ正確な四角じゃなくて、なんかくちゃくちゃくちゃっていう、なんかドットに見えるかなぐらいの感じの仕上がりなんで、やっぱ細い糸でね、このポワンデスプリ綺麗に作るの難しいんだろうなっていう気はします。だから、そうですね、細いレース糸でやる系の、ね、ポワ、まあ、これ丸い豆とか粒の模様とかって、だいたいこういうカレとかじゃなくて、ね、普通に行ったり来たり行ったり来たりで、まあ、いわゆるマット、トールステッチで折って作ってるのが多いですよね。だからまあ、糸の太さによって、ね、テクニック変わってくるんだなっていうのも、まあ面白いですよね。なので、トーションも、すんごい細い糸で作ると、きっとうまくいかないと思うんですよ。ミニチュアっぽい感じのレースを作りたいときって、やっぱトーションじゃなくて、違うジャンル、まあ、もうちょっとグラウンドもチュールっぽいやつとか、まあ、それこそさっきのバランシエンヌっぽいやつとかが合ってると思うんですけど、それってなぜかっていうと、グラウンドを折るときにこの、だいたい真ん中、交差の真ん中にピン刺すんですよね、トーションって。これも、なんだっけ、ポワントーションか。ポワントーションの真ん中にピン刺すんで、どうしてもこのピンの太さ、まあだいたい 0.5 ミリとか、その部分の空間が残っちゃうんですよね。で、太い糸だったらこの空間問題ないんですけど、細い糸になってくると、この行ったり来たりの折り返しのとこの間に、ね、刺さってるピンの空間が、まあ、むちゃくちゃ邪魔というか
ね、穴が残っちゃって、ね、そんなすごい細いピンって、ね、まあ多少ちょっと細めのピンはありますけど、ね、見えないぐらい細いようなピンってないので、だからテクニック的に、まあ、向いてない、まあ、不可能ってまで言っちゃっていいのかはあれなんですけど、なので、トーションですごいそのマイクロなミニチュアの世界のレースを作るのは、まあ、向いてないのかなと思います。なんか多分穴ぼこだらけになっちゃうと思うんですよね。なんかあれですね、イギリスの方の本でミニチュアレースってあるんですけど、それはどっちかっていうと、バックスポイントのテクニックを使ってるのがありましたね。で、バックスポイントは、その交差の、どっちだ上とか下とか、その交差のど真ん中じゃなくて、交差の上下にピンを打つんで、そういう心配がない。だから、向いてるんですよね。小さい模様のちっちゃいレースを作るのに。バックスポイントはグラウンドを、2本のペアの、ツイストとね、交差で作るんですけど、さっきのこの、もう一段階、すごいやつは、このグラウンドを2ペアの交差、4本組で作ってるんですよね。だからさらに繊細さを出すためには、糸がめちゃくちゃ細くなきゃいけなくて、グラウンドがこう、2つの糸の交差じゃなくて4本なんですよね。だからこう、丈夫に折れるんですけど、これを太い糸でやると、もうなんか全然可愛くないっていうかめっちゃくちゃでかくなっちゃうんですよね。なので、これはね、やるにはやっぱ細い糸が必要だということで、またね、ペア数が増えるし、大変です。でもちょっとやってみたいんですよね。なので、ちょっと空いてる、なんだろう、なんかやりかけみたいなレースを終わらせて、ボビンをいっぱい用意してやらないとですね。でもちょっとやらなきゃいけないことを片付けてからじゃないとダメだなって感じなんですけど、ちょっとちょこちょことやってみたいと思います。しばらくはこの、当初の続きをね、やっていこうと思うんですけど、で、今度は、左に次進みたいので、右側から始めて、ムールが右側で終わるようにすると。これで1回、2回、3回、4回、5回、6回ですね。で、よいしょ。これで、フォアンデスプリカルが終わりです。なんだかんだ、1、2、そうですね、3往復ぐらい。2時間で3往復分ぐらい行きましたね。じゃあ、これで、キリがいいとこまで行ったら終わりにしますか。ちょっとまた三脚をね、引っ張り出してきたので、撮影用の、今日はこれ、配信の時はウェブカメラを使ってるんですけど、普
通のビデオ撮影は一眼レフで撮ってるんで、一眼レフで撮るビデオの方も再開していきたいと思いますね。やらないといけないやつが溜まっているので、やっていきたいと思います。頑張ります。やっぱ一番最初に作ったこれが歪んでますね。気に入らない感じになってしまいました。他はどうかな。2個目の方がまだ綺麗ですかね。でもやっぱフワンデスプリ彼はわかんない。私の持論なんですけど、歪みやすいと思うんですよ。形が決まった後に引っ張ると、ね、それが変わってしまうので、結構綺麗な形で作るの難しいテクニックだなと思うんで、ギリギリかな。まあまあぐらいですね。ちょっとなんか、斜め向いてるみたい。なので、まあ、あんまり、まあね、完璧な形にできれば一番いいですけど、あんまりそんなこだわらないで、ね、模様の一つ一つそんなこだわらないで全体をね、見るように進めていけばいいんだろうなと思うんですね。レースの一個一個の模様そんなね、まじまじと見ないじゃないですか。わかんない。額に入れて飾るような、ね、作品レースだったら形が命かもしれないけど、ね、そんな、なんか布のね、端っこにちょんとついてるようなやつだったらね、そんなに前景をね、見てまじまじと観察することはないと思うので、折った直後はね、ちょっとあらがね、気になったりすると思うんですけど、全然そんなの気にならなくなると思うので、と言い聞かせて、とりあえず完成させるっていうね、なんかに作っちゃうっていう風にするとね、愛着も湧くし、いいと思います。小さいことを気にしていたらね、完成はすごい時間かかっちゃうんですよね。まあ、ボビンレース大体ね、時間かかるんですけど。よし。こんな感じかな。これで模様は、3往復いたしました。で、これ繰り返していくって感じなんですよね。これもボビンレースあるあるですけど、編み物でも何でもそうかな。なんか乗ってきちゃうとね、なんとなくあともうちょっと、あともう一つだけとかいう気持ちでなんとなく進めちゃって、やめ時を見失うみたいな。そういうのはね、すごいあります。不思議ですよね。あとちょっとだけやろうってやってると止められなくなるみたいな。でも、ミレス準備めんどくさいから、なんか取り掛かるまでってちょっとね、じゃあやるかって感じになるんですけど、もうセッティングしちゃうとなんか無限にできるみたいな、そういう感じはありますよね。人間ね、なんか同じこと繰り返してやるのね、好きなんです。キリがいいところまでって言って頑張って、で、キリがいいところが終わると、なんかあとちょっとだけ進めたいな、みたいな、そういった気持ちが芽生えてしまうっていうやつですね。とか言ってると、本当に
11時になってしまうので、じゃあ今日はこのひし形を終えたら終わりにしましょう。よいしょ。あれかな、画面これずっと2画面にしてましたけど、こっちの方が大きくて見やすかったですよね。ちょっと失敗。まあでも、大体そんな基本の流れはわかるか。まあ、ボビンレースって何ですかね。動きは大きいんですよね。でボビン自体のこういう交差するのはすごい大きいけど、このピン打つ部分が小さくて、そこがですね、やっぱ、この大きさでも、この大きさの方がまだいいか。まだ見やすいですね。なかなか、ね、もっとズームできればね、これだけを見て何をやってるかわかるかもしれないんですけど、全体の雰囲気は分かっても、一体どの位置にピンを刺したとかいうのをね、全部動画から見るの結構厳しいぐらいの倍率ですよね。よいしょ。なのでまあ、もしそうですね、実際にこのパターンやってみようかなって思われたら、ぜひやってみて、で、わけわかんない感じになったら、なんかコメントとか、ね、なんか他のその他の連絡手段、何でもいいので、それで、ね、聞いてもらえたら、ね、私のわかる範囲でお答えしますので、何でも言ってください。ちなみに、この型紙はですね、データの状態だと、なんか縮小されてるんですよ。なんか、縮小してますみたいに書いてあって、で、この型紙にコットンパール EMC8 番かなでできるよって書いてあって、それでやるには私はこの型紙をデータの時から2倍に拡大して、で、プリントしました。そうすると、こんなぐらいの結構ちょうどいい感じですね。こことここのピッチが何ミリだったかな、なんか5ミリちょっとぐらいの、なんかいい感じのですね、仕上がり感で折れるので、型紙をちょっとぜひ拡大して印刷してみてください。まあ、そのままの、ね、縮小されたサイズでも、細い糸でやれば、まあ、いけると思うんで、そこら辺はね、なんだろう、最適な、ね、糸と、この型紙のピッチの組み合わせってね、ちょっと試し折りとか、ね、必要だったりするんですけど、まあ、これと同じ結果を得るには、コットンパール8番と、まあ、2倍、200% に拡大した型紙があればできます。こんな感じですね。なかなか、でも不思議だな。このポハンデスプリの部分、いるのかなっていう感じのパターンですよね。わかんない。ここにつけるんだったら、もうちょっと多めに、いろんなところにつけてもいいのかもなんて思うんですけど。まあ、こんな感じの、パターンでした。こんな感じですね。で、まあ次回は、この続きのやつをやっていこうかなと思います。
というところで、なんか以前はここでテキストを出していたような、あ、できました。じゃあ、とりあえず今日はここら辺で、終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。おやすみなさい。グッナイ。お疲れ様です。